制作依頼を受けてプラモデルを作っていると、他の人の目線で制作を進めるということがあります。今回は自分においておそらく購入することはないかもしれないアイテム C2A グライハウンドのご依頼をいただきました。キネティックのキットになります。胴体はやはりのっぺりしており、リベットの再現をしたいところ。ただリベットの資料もありませんし、ご依頼内容は素組みとなりますので、塗装で密度感を上げていくしかありません。もっともそれほど極端に汚れた機体でもないんですけどね。このキットはフルインテリアの内容になっており、胴体内部にカーゴルームの床や側壁が収まります。ちなみに箱に書かれている完成後のサイズは、全長が 360mm、全幅が 513mm、部品点数が190個となっております。早速組んでいきましょう。今回のご依頼内容は各ドアを閉じた中期状態。インストを確認してもドアを開けた状態のみ書かれていて、閉じた状態の選択がありません。ドアを全部閉めてしまうのであれば、貨物室内は全く手をつける必要はないのかもしれません。ただし、床や壁などが構造パーツになっている可能性もあるので、部品自体は組み込まなくてはいけないでしょう。光が奥まで差し込んだ場合、後ろ向きのシートや内壁などが見えてしまうわずかな可能性があります。ですから非常にざっとではありますが、内部も塗装することにしました。コックピットと貨物室の床は1枚でつながっており、貨物室は左右が内壁で構成されています。内壁は床と胴体部品内側への接着となります。また、天井にあるはしご状のフレームは胴体部品内側と格子状の部品を介して床に接着するというかなり特殊な構造となります。胴体と主翼を仮組みしてみると、主翼前後にかなり大きな段差ができてしまいます。胴体側で高さを調節してやるしかないでしょう。機種レドーム内にバラストを入れなくてはいけません。インストの指示では 50g と結構な量です。1.5 号の釣り用の重りを9個、ランナーで棚を作り、瞬間接着剤で固定して、リューターで形を整えました。ちなみに釣りの重りの1号は 3.75g です。この C2A グレイハウンドは1966年より運用が開始された環状輸送機になります。何かに似てるなぁと思っていたら E2 ホークアイの派生タイプでした。後部のローディングドアは飛行中も開閉可能なので、トム・クルーズが飛び出してきそうですね。日本では東日本大震災において非常にお世話になった機体です。左右の胴体パーツを貼り合わせたら、合わせ目にウェイブの黒い瞬間接着剤を塗って合わせ目消しを行います。
尾翼と主翼のエルロンには細い棒状の放電柵がモールドされています。そのままでは太いので1号のテグスに差し替えます。ここで一番難易度が高いのが 0.2 ミリの穴を開ける作業でしょうね。小さな取り付け部真ん中に針などでガイドの穴をうがちます。0.2 ミリのピンバイスで慎重に穴を開けていきます。1ミリほどの深さでいいでしょう。穴を開ける時のトルクでピンバイスのドリルバーを折ってしまわないように気をつけます。私が使っているのは鉄鋼用のドリルバーで、プラモデルメーカーの出しているものよりも粘りが強く折れにくいみたいです。テグス自体は瞬間接着剤で固定できます。主翼と胴体のはめ合わせはかなりハードな作業となります。そのままでは主翼の全後端に大きな段差ができてしまいます。とりあえず胴体側をリューターで削り段差を少なくしました。最終的には胴体に接着後ポリパテでの修正を敢行します。この辺りにもポリパテは必要になりますね。いやー、こんなにポリパテを使うのは何年ぶりでしょう。要所要所で TPO に応じたパテを使い分けます。各所でパテによって消えてしまったパネルラインをエッチングソーで復旧するのですが、胴体背面と仮面に足りないパネルがあるので、これも筋彫って再現しておきます。ランディングギアなど小さな部品もパーティングラインはしっかりと消してやります。このキットのインストは非常に分かりづらいので、ある程度の想像力が必要になります。
エンジンナセルは主脚収納庫を兼ねており、主脚はナセル左右の部品で挟む形になります。塗装の際に主脚の破損につながるので、こういった場合、仮組みで後付けが可能かを確認していきます。今回のグレーハウンドは塗装後の取り付けができそうだったので、エンジンナセルのみ組み立てていきます。エンジンナセル内部にはインテークダクトを仕込むのですが、これが干渉してしまい、エンジンナセルに段差が生じてしまいます。マスキングテープで固定して段差を少なくするのですが、インテークのパーツや左右に取り付けるパーツにはやはり段差が生じます。インテークはスティックヤスリで削って段差を解消。左右のパーツは裏側にプラペーパーを貼り付けて高さの調整をします。主翼の折りたたみが再現できる本キット。外翼と内翼の取り付け部は段差と隙間が大きめに出てしまいます。パネルラインはパネルラインなので、隙間を埋めるのではなく、ある程度活かしたいという思いもあります。なので、段差があるところには低い方にプラ板を貼り、隙間が生じているところのみ片側にプラ板を貼って、パネルラインの幅を調整しました。内翼のフラップはそのままでは機体に当たって下がらないぐらい長めでした。胴体側の出っ張りにはケミカルウッドにプラ板を貼り付けたものを延長部として設けて、フラップはその分短くしてしまいます。取り付け位置はそのままに、フラップをしっかり下げることができました。主翼内翼にエンジンナセルを取り付けて、主翼の外翼を接着します。エンジンナセルの取り付けで気になる隙間は、前方上側のみでパテでなんとかなります。主翼自体もがっちりと組み上がり、強度的な問題はないように感じられました。
グレイハウンドもいよいよ大詰め、塗装へと進んでいきます。いつものように黒サフで全体を塗装後、1500番のスポンジヤスリで研磨、その後フラットホワイトをエアブラシで拭いていつもの模様を描き込んでいきました。白の塗装指示があるところにクレオス316番を塗っていきます。白とグレーの塗り分けのためのマスキングを行います。胴体上下の塗り分けにはダイソーの粘着タックを使っています。この粘着タックも前に使った時に貧乏症が出てしまい、塗装作業に使ったものを再利用したのですが全然くっつかなくって、こりゃ使えねえわとなっていたのですが、今回は新しいのを使いました。ご覧のようにちゃんとくっついてくれます。もう今後は粘着タック使い捨ての方向でいきますわ。ちなみに今まではマスキングシートとしてトレーシングペーパーを使っていましたが、最近はポリ袋をカットしてポリマスカーとして使っています。レジ袋有料化に伴いポリ袋が近しい存在になってきましたからね。こちらの方がずっと使いやすいことに気がつきました。何はともあれ塗装作業終了。いつものようにパネルラインを微妙に塗り残しています。それにしてもマスキングを剥がすときって塗装は半乾きですから緊張と快感が伴いますよね。今回はパネルの重なりを考えたモジュレーションを施したつもりです。あくまでもつもりです。大きめなデカールから貼り付けていきます。透明ニスが大きく残るところはカットしていきたいのですが、このように複雑な形状のデカールになった場合は先にカットしてしまうと破れかねませんので、固定してからカッターで切り抜いていきます。今回使用したカラカルデカールはソフターに対して少し弱めなイメージを受けましたが、使えないわけではなく、いつものようにデカール裏にもマークソフターが使えました。もちろんマークセッターも併用しています。ただその後は綿棒を使うことはできません。筆とドライヤーのみで密着させていきます。胴体側面のグレーとホワイトの間にある細長いデカールは破損を防ぐためにマテリアルは一切使わないで貼り付けて、裏面の水を抜きある程度固定してからソフターとセッターを塗ってドライヤーで固着させます。機体側面のユナイテッド・スタイテズ・ネイビー、この間の透明ニスはあらかじめカットをしておきます。
このようにコピーを機体に貼り付けて位置がずれないようにします。機体各部のスリット、小さなインテーク、アウトレットはアクリルガッシュのジェットブラックを使って塗っていきます。この絵の具は光の反射がほとんどない絵の具になりますので、完成後そこにさも穴が開いているように見えるということです。スリットの部分はこのように乾燥後マジックリンで落とすことができますので、スリット状に見えるということになりますね。原色を使ってのフィルタリングを油絵の具で行いました。油絵の具のプライムレッド、ウルトラマリンディープ、バーントシェンナ、イエローウォーカー、ホワイト、グレーなどを使用しました。ホワイトとグレーは使わなくても良かったかもしれません。油絵の具にペインティングオイルを少し混ぜて、爪楊枝の先でドットを置いていき、ペトロールで散らしていく方法です。一瞬後悔するような状況に陥りますが、この後のオイルウォッシュでいい感じになっていくはずです。オイルウォッシュおよび墨入れはやはり油絵の具のアイボリーブラックとバーントアンバーをペトロールで薄めて行っています。基本はパネルライン周りに塗りつけて、ペトロールで周りに広げたり、逆にパネルライン周りに寄せたりして気に入った汚れにしていきます。汚しすぎたところはペトロールをしませた平筆ですり取って、余分な汚れは筆に吸い取らせてしまいましょう。ひどく汚れているところなどはまとまった汚れを作ってしまい、ぼかし筆にペトロールを取って周りから汚れを消していく消去法をとっています。
最後に乾いた平筆で擦ってやれば自然な感じに馴染んでくれるでしょう。機体仮面の汚れもほとんど理想通りな形に持っていくことができました。主脚はインストとは違う組み立て方になってしまったので、ほぼ無理やりねじ込むような形で取り付けざるを得ません。フラップは真ん中のフラップを取り付けてから内翼側のフラップを取り付けるという順序でないと取り付けることができませんでした。フラッペロンは実機の写真を参考にしながらその隙間を調整します。
これで完成です。